皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、ウクライナ軍によるロシア軍への反撃攻勢について、主力戦車となるであろう強力な兵器がポーランドから大量に供与されるということが明らかになってきました。今回は戦局に大きく影響を与えるであろうポーランドから供与される兵器というのが一体どのようなものなのかについて影響を解説していこうと思います。まずは早速どのようなものがウクライナに供与されるか見てみましょう。ポーランドは PT91 戦車をウクライナに引き渡したとウクライナ大統領府長官が彼のテレグラムのアカウントで述べた。この情報はポーランド国防省の報道官によって確認されました。ウクライナ側でポーランドの戦車を受け取ったとテレグラムで公開。これに対してポーランドが提供を認めたというわけです。さてこのポーランドは最終的に PT91 の全量232両の供与を計画していることが報じられています。では、ポーランドからウクライナに供与される戦車 PT91 とはどのようなものなのでしょうか。これはポーランドが保有していた旧ソ連系の戦車 T72 を近代化改修したものです。エンジンを交換して出力アップ、爆発反応装甲を採用、暗視装置の標準装備化で野戦能力が向上、射撃管制システムの近代化などを施しています。ロシア側がソ連時代の旧式戦車を倉庫から引っ張り出して数でウクライナ軍を圧倒しようとしていることを考えると、ポーランドから供与される PT91 戦車は質と量どちらも揃っているという意味で非常に強力な支援になります。ではどうしてポーランドがこれほど大量のしかも現在主力としている戦車を供与することを決めたのか、その背景についても解説を行っておきましょう。それはポーランドが一つの方針として旧ソ連系の兵器からの離脱を決定しているからです。そのためにまず行っているのがポーランド陸軍が持っていた旧ソ連系の戦車 T72 であったり、その T72 を近代化改修した PT91 のウクライナへの全量供与という道なのです。その穴を埋めることとなる新たな陸軍の主力戦車というのがアメリカから購入する M1 エイブラムス戦車です。すでに360両の契約が発表されており、一部はすでに米軍が持っているものを最新版へとバージョンアップさせたものを購入する、また新車などについても同じく契約を済ませているそうです。契約が終わっているということもあり、一部についてはすでにポーランド側へと引き渡されている映像なども出ています。そしてポーランドがロシア系の兵器からさようならをしていることに関して言うと、様々な兵器を新たに購入する計画を明らかにしています。戦車については先ほども述べたように M1 エイブラムス戦車が主力戦車として採用されるわけですが、数がそれでは十分ではないということから、韓国から K2 戦車を1000両購入する計画が発表されています。またその他にも韓国からは歩兵戦闘車両1000両、また自走砲として K9 が640両とかなり大規模な契約を結ぶこととなっています。そしてポーランド空軍の戦力強化についても韓国側からかなりセールスがかけられたようです。そのため現在は F16 戦闘機が空軍の主力で、そこに次期主力戦闘機としてアメリカからステルス戦闘機 F35 の購入が決定しています。しかしこれもまた同じように数がそれでは十分でないとして韓国から48機の戦闘機を買う話がまとまったということです。韓国の軍需産業はポーランドでのライセンス生産にあたって技術移転などを認めることを発表しています。また価格帯として見た場合においてアメリカ製の兵器よりもはるかに安いことからも、ポーランドとしては主力として使えるものは米国製を選ぶんだけれども、その数を補強するために韓国製の兵器を大量に導入するという方針を示しています。しかしこれに関してはポーランド国内でもなぜ韓国製を買うのかとかなり悲鳴が上がっているようです。ポーランドから供与される PT91 は近代化改修が施されたものですから、旧ロシア系の戦車であろうとも同じロシア軍と対決した場合においては基本的な性能は互角かそれ以上だと考えられています。ですからウクライナ軍にとってはまさに主力戦車となり得るものです。しかもここで重要なのは、もともとはソ連系の戦車であったことからもわかるように、基本的にはウクライナ軍にとっては非常に使いやすい戦車です。例えばアメリカから M1 エイブラムス戦車が供与されたとしても、基本的には操作系が違う点も多いためにすぐには使えないものです。それに比べると PT91 というのは近代化改修が施されてはいるものの、基本設計そのものはロシア系のものですから、ウクライナ軍としてもすぐに慣れることができるわけです。
そしてウクライナ軍にとって最も重要なのは、そうした兵器の質だけではなく、その数がすごく多いことです。これまで私は NATO 各国からウクライナに供与される兵器については常に質はいいんだけど数が足りないということを何度となく言ってきました。それに比べるとポーランドによる戦車供与というのは明らかに質も量も揃っているという意味で抜群に優れているものです。ですからウクライナ軍が反撃を行うときにはまさにこのような戦車という非常に強力な兵器が役に立つことでしょう。ただし、だからといって別にアメリカから供与されるハイマースが全くの無駄とかそういった話ではありません。これもまた同じくたびたび私が発言していることなのですが、兵器というのは常にどのように運用するかにかかっています。ですからハイマースが非常に質が良いといった話はまさにここ最近のハイマースによる攻撃で前線司令部が吹き飛ばされたり弾薬庫が大爆発したり諸々の大型兵器を次々とハイマースが撃破していることなどからも分かるようにその活躍は非常に目覚ましいものです。しかしハイマースによる攻撃というのはあくまでも戦線を押し上げる力というのがあるわけではありません。実際にウクライナ軍が占領された地域を奪還するためにはやはり何といっても車両を前に出し、そして歩兵も一緒に行かなければならないわけです。その時にウクライナに供与されているハイマースだけではどうしても火力が足りるわけではないのです。ですから戦車という兵器は決して無駄なものではありません。ロシア軍の方も対戦車ミサイル RPG を持っていますから、戦車の数は多ければ多いに越したことはありません。古い戦車というのはそうした意味においてはロシア軍にとっても格好の鴨であり、近代化改修が施された戦車というのは非常に重要なのです。そしてポーランドがこのような大胆な供与に踏み切れている理由というのは、ポーランド自身が大軍拡に乗り出していることが挙げられます。ポーランド陸軍は現在の15万人程度の規模から30万人程度へと2倍の規模へと膨れ上がろうとしています。それに合わせて陸軍兵器というものが大量に導入されるにあたってコストパフォーマンスが良いとして選ばれたのが韓国の兵器たちです。韓国側の発表によると、ポーランドとの契約によって様々金額が積み上がり、現在ではその契約額は1兆円を超えていると言われています。日本国内の YouTube などにおいては韓国軍の失敗兵器の数々といったものが紹介されているので、これらの兵器をポーランドが買うことによってポーランドはとってもこの後大変になるだろうという声がたくさん出るでしょう。しかし現実問題、国際的な武器の評価としては、韓国の自走砲についてはもともとはイギリスで開発されたものを技術的に取り込んでいたりもするので、さほど問題は起こってはいません。しかしこれから実戦配備される K2 戦車などについてはこれから不具合は発生することでしょう。ただしこの点について言っても、ポーランド側はある程度のライセンス生産で自国で部品なども含めて生産することを韓国側からは契約として勝ち取ったという話をしているために、何か不具合があってもそれらの回収についてほとんどポーランド国内の産業で手当を行うという考えのようです。ですから何か不具合があって韓国側に問題を投げかけても直してくれないといったようなことではなく、何か問題があればどんどんとポーランド仕様に直していけばいいという具合に考えているようです。ですが韓国製の評判はあまり良いものではありませんから、ポーランド国内においてはポーランド国内の軍需産業にしっかりとお金を落とさなければならないのに、なぜこれほど大量の発注を韓国に投げるのかと疑問視され、批判も浴びているようです。しかし現実問題、ポーランド国内の軍需産業で1000両の戦闘車両を揃えるとなると、なかなかそれだけの規模がないといったこともあり、ある程度は韓国に投げざるを得なかったという事情があるようです。また予算の面で言っても、全部アメリカに投げればいいとか全部ドイツに投げればいいといったような予算の規模は残念ながら揃えられなかったようです。またここではあまり触れられてはいませんが、ドイツの戦車を買うという手もポーランドにはありました。しかしドイツ側がこれに対して非常に冷たい話をして、ポーランドとの関係は冷え込んでいます。というのも現在ポーランドはドイツ戦車レオパルト2も保有していて、今後もドイツの戦車を買うということは一つの選択肢でした。しかしポーランド国内にライセンス生産を行うにあたって技術移転もしてくれという話をしていても、ドイツ側が非常に冷淡な返答をしていることもあり、そして新たに購入するにしても2年間で20両程度だなみたいな非常に生産割り当てをしてくれない話などもあって、とてもではないが
大量の兵器を買おうとしているポーランドとしては納得できる内容ではなかったようです。ですからアメリカの M1 エイブラムス戦車を主力戦車として購入すると同時に、数を補完するための戦車としてドイツではなく韓国を選んだというわけです。このように数を補うにあたってはどうしても予算の制約があるものですから、アメリカ、ドイツ、フランスといったいわゆる武器輸出大国から購入することではなく、どちらかというと価格面でセールスポイントをアピールしてくる韓国の方が選ばれやすくなったという事情があるようです。このような背景もあって、ポーランドはウクライナに対する兵器供与のその本格化というのが非常にしやすい状態になっています。このままではポーランド国内にあってもそれを廃棄するという流れになってしまうのですが、現状廃棄するのではなく、それらを戦場に送って役立ててもらおう。そしてポーランド自身は兵器体系をロシア系から完全に NATO 系へと切り替えるのだという、かなり国防の大刷新が図られているわけです。ポーランドのこうした国防をしっかりと考え、そのために兵器系を一気に変えるという大決断をしたというのは、非常に日本も見習うべき行動だと思います。ただし韓国製の兵器を選んだというところはちょっと残念なのですが、ここは経済力の問題もあるのでしょう。日本であれば予算さえ積み増せばしっかりと国産の兵器である程度賄うことができますから、この辺りはポーランドとの日本との経済力の差とも言えるでしょう。しかし日本の場合だとまだまだ予算をつけるには国内の政治闘争がありますから、ポーランドの今回の動きというのは日本も見習うべき政策転換の速さだと言えます。そしてこのようなポーランドの後押しによってウクライナ側が戦況を優位に進める可能性が十分に出てきているということは一つの朗報だと言えるでしょう。というわけで今回はポーランドが現在主力としている戦車をウクライナへと大量に供与するということが進み始めました。これに伴ってウクライナ軍の反転攻勢はかなり見通しが明るくなってきているように私には思います。そしてそのような動きの背景を見ると、日本にも教訓となる出来事が起こっているのであり、決して海外の動きだからと無視するのはもったいないことだと私は思います。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。そして動画が見よったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。